皆さん、こんにちは。私はニッチという脳筋時計師のマネージャー、青葉と言います。8歳です。よろしくお願いします。今回は手元にティアラというブランドの多分70年代の時計があるので、これを分解掃除してみます。でも、この時計はコンディションが比較的良いので、ただ分解掃除をするだけでは面白くありませんから、ヴィンテージ時計の扱い方も絡めてお送りしたいと思います。よろしくお願いします。ではひとまず裏蓋を開けてみましょう。さて、内部状態はさほど汚れているとかはなさそうに見えます。天和も触れていて、状態は良いと思います。一応ここでタイムグラファーを見てみましょう。そんなに悪くないというか、なかなか良いですね。正直、やる意味あんの？って感じですけど、油の状態はどうなっているのでしょうか。軸受けのルビーを顕微鏡で見たところ、油切れで乾いていました。汚れがないだけマシで、故に数字上は快調に見えていたわけです。ただ、このまま動かしていくと軸が摩耗していくわけなので、分解掃除は必要です。ではまずはゼンマイをほどきましょう。角穴車を回してやって、コハゼを解除してやれば、ほどけます。余談ですが、脳筋野郎は最近、マッチョな時計師を目指しているらしく、このチャンネル名も、マッチョな時計師に変えようか、本気で悩んでいるそうです。正直私にはどうでもよく、それよりもトレーニング後に筋肉を見せびらかしてくるのをやめてほしいです。うざいです。では次にリューズを外しましょう。これには2種類あって、押し取りネジというネジを回して押し取りによる固定を解除するものと、グッと押せるボタンのようなものを押し込むと固定が解除されるものとがあります。この時計は後者のようです。ピンセットなどでグッと押し込みつつ、リューズを引くと外れます。ヴィンテージやアンティークの時計では、巻き芯が錆びついていることもあるので、リューズを外そうとグッと引っ張ると折れたりなんてこともあります。引き具合の感触を確かめながら慎重に抜き取ります。次に、ムーブメント押さえを外します。これはムーブメントとネジ2つで固定されているので、ネジを外してやれば取れます。ただ、この押さえがギュッと入り込んでおり、取り外そうとするとムーブメントも一緒に浮いてしまうこともあるので、その場合はここで無理に外さずに、一旦機械台の上に乗せちゃいましょう。ではこれから針を抜きますが、ひとまずリューズをはめて、各針を一直線にします。ちなみに、この針回しをするときに、回し具合の感触も軽く見ておきます。古い時計を分解するときには、ホイホイとパーツを取り外すのは危険なので、逐一チェックをしながら、時間をかけていくのが鉄則です。何せ、パーツを壊したら替えは手に入らないのですから、1ミスで退場です。この針を抜くときも、文字盤の劣化具合とかを見て、使う剣抜きを変えてもいいし、一気に抜くのではなく、少しずつ力を入れて慎重に抜きます。針には夜光もついていますし、劣化した夜光はボロボロ落ちやすいので、時間をかけてゆっくりやります。夜光が落ちたらオリジナリティを損失させてしまいますので気をつけましょう。緊張の一瞬を乗り越えたら、次は文字盤を外します。
大抵、ムーブメント側面に文字盤の足を止めるネジがついていたりしますが、この時計にはないようです。代わりに、バネの力で固定する仕組みが取られています。ちなみに、今、文字盤をひっくり返して機械台に乗せていますが、インデックスに夜光がついている場合、こうしたらアウトです。夜光付き文字盤の場合は、別のタイプの機械台を使いましょう。こういうパーツで足を固定しています。反対側も同じように外しますと、文字盤が取れますが、現行の時計と違って、ヴィンテージやアンティークの文字盤は足が劣化していることもありますので、そういう場合はすんなりとは外れません。やはりここも慎重に作業します。さて外せそうなパーツはどんどん外していきましょう。ただ、このカレンダー側というのはちょっと複雑な仕組みになっていることが多いので、外す前に写真を撮ったり、外したパーツを外した順番に並べていくなど、工夫が必要です。昔の時計はパーツの展開図が手に入らないことが多いので、要注意です。あと、ネジを外す時にも気を使いましょう。何度も言いますが、昔の時計は劣化しているので、パーツ一つ外すのに神経を使います。特にネジは錆びやすいところですから、外そうと回したら折れちゃった、なんてこともあります。そうなるとネジの折れ込み抜きやら、合わせネジを探すやらで大変です。さてここはカレンダーのジャンパーを押さえている受けですが、この下にはバネがあるので、一段と気を使いましょう。バネは飛ばしてなくしやすいパーツ、第1位なのです。これがバネです。こいつがなかなか厄介です。バネをジャンパーと一体成形してくれりゃ楽なのにっていつも思うくらい厄介です。ここはめっちゃ慎重に、超集中して作業します。隣の部屋から聞こえていたテレビの音も聞こえなくなるくらい、さらに息を止めるくらい、そして集中しすぎて脇汗が出るくらい超集中します。余談ですが、脳筋野郎は時計修理をしていると、脇だけに豪雨でも降ったのかというくらい汗をかくらしいです。なのでそれが他人に見えにくいように、白か黒の服を着て作業します。グレーは目立つので危険だそうです。以上、どうでもいい話でした。ちなみに、この日付の書いてある火車は、左側の金色の非修正車にほんのわずか、刃先が入り込んでいます。こういうところも気づけるよう、観察眼というのは時計修理において習得すべき能力です。脳筋野郎はまだまだなので、頑張ってください。サイバーパンクで NCPD と銃撃戦して遊んでいる場合ではありません。さてここでリューズ周りのパーツを外していきます。まず裏押さえを外しますが、この裏押さえの押し取りのピンと接しているバネ部分は破損しやすいので注意です。アンティーク時計ではよく折れたり、折れていたりします。また、この裏押さえを外すと、缶抜きバネというものもあるので、さらに注意が必要です。ここに缶抜きバネがあります。先ほどのカレンダーのジャンパーバネと同じように、息を止めるくらい集中して作業しましょう。ここで
押し取りを外したいのですが、この金色のパーツが押し取りの上にかぶって邪魔なので、こいつを外します。さて、これでひとまず今外すものは外しましたので、いよいよ輪列側の分解をしましょう。輪列側はどんな時計もだいたい100年以上、基本構造が変わってないので、カレンダー側と違って簡単です。角穴車と丸穴車を外します。角穴車のネジは普通の右ネジであることが多く、丸穴車は左ネジであることが多いです。しかしキャリバーによっては両方とも右ネジのものもあるし、逆に左ネジのものもあるし、展開図がないものはこればっかりはやってみないとわかりません。何も知らずに回すと、取り付けと逆に回して強く締め込むこととなり、ネジが耐えられずに折れる、なんてことが多発する部分ですね。このキャリバーでは、角穴車は右ネジ、丸穴車は左ネジでした。角穴車を外すと、小ハゼとバネが出てきました。こういうちっちゃいバネはテンションがかかっていたりすると、角穴車を外した途端飛び出て、どこかに消えてなくなるなんてこともあります。全く油断なりませんね。このバネは見たところテンションがかかってないので安全です。丸穴車は左ネジでした。でも外すときは毎度ヒヤヒヤする瞬間でもあります。ここのネジって細いので、古い時計では回した途端折れるなんてこともあります。左ネジは時計回りで緩みます。ゆっくりじわっと回します。丸穴車は手巻きで力のかかりやすい部分なので、ネジの入る軸の周りにパーツをかませてあります。次にテンプを外しますが、まず耐震装置から分解します。テンプを外すのも耐震装置をばらすのも後でもいいです。分解と組み立ての手順は時計師により様々です。時計の分解組み立ては何が正解かにこだわらず、自分の考えた手順でやる方が手と頭が動くので、ミスが少ないように思います。このバネって力加減間違えると飛んでいくんですよね。集中して開きましょう。洗浄するときにバネがなくならないように閉じておきます。バネを片方でもはめておけばいいです。ただ、汚れがひどいときはバネも外し、天風家から天輪とヒゲゼンマイも分離させると掃除しやすいです。余談ですが、脳筋野郎はよく隙間に差し込んでえぐるのにマイナスドライバーを使います。
こういう雑用のドライバーを用意しておくと便利です。ドライバーはネジを回すものですが、納金的にはそれにこだわらず、アイデア次第で使ってなんぼで、そういう形をしたもの、という認識らしいです。道具とは、自由な発想で使うもの、ということです。一つの道具に、二つ、三つの意味を持たせられないか考えると、使い方の幅が広がります。アンクルを外します。こうして画面を見ていると、部品一つ一つがそれなりの大きさに見えるわけなんですが、このアンクルは想像以上に小さいです。全長は4ミリくらいでしょうか。パテックフィリップやバシュロンコンスタンタン、ジャガールクルトなどは、このアンクルにも磨きをかけ、審美性を増していますが、1950年代には手で磨いていたそうなので、アンティーク時計を分解掃除すると、昔の職人さんの超人さがよくわかるのでおすすめです。2番受けと輪列を外します。いよいよ歯車を見れるわけなんですが、刃が欠けていないか、刃に汚れが付着していないか、軸が曲がっていないか、摩耗していないかなど、作業をしながら軽くチェックしておきます。あと、軸受けのルビーにひびや欠けはないかも見ておきましょう。1番受けと2番車、香箱車を外します。さて、あとはジータの耐震ルビーを外します。最後に香箱を開けてゼンマイを取り出します。この作業はミスるとゼンマイが一気に飛び出てきて危ないので、保護メガネの着用をおすすめします。まずは蓋がどちらの面にあるのかを観察します。蓋を見つけたら、蓋側を上にして硬い台の上に置き、香箱を押さえて、もう片方の指で刃の部分をグッと押してやると、パカッと開きます。開いたら、隙間からピンセットを差し込んで、香箱をくるっと回し、蓋を取り除きます。そして香箱芯を外します。大抵はこのようにしてコロッと取れますが、香箱芯をゼンマイを巻くのとは逆に回してやっても簡単に取れます。ゼンマイを香箱から取り出します。中心のゼンマイ部分を外に出してやると、あとは勝手に飛び出ようとするので、左右の指を開いて押さえてを交互にやるだけで取り出せます。さ
さてこれで分解できましたので、各部品をベンジンで洗浄していきます。文字盤や火車、針は傷むので洗浄しません。面倒ですが手洗いで一つ一つ洗っていきます。理由は2つあって、一つは各部品の状態を確かめるため、もう一つは個人では金がないので洗浄機を買えないからです。世の中金です。金さえあれば、全てではないにしろ、9割は好き勝手できます。私は宝くじに当たったら、ロイヤルホストで豪遊するのが夢です。それでは、洗浄が終わりましたので組んでいきます。ひとまずは、チータ側の添付のルビーを組みます。まず、洗浄のために閉じていたショックバネを開きます。ここでもやはりこのバネは飛びやすいので、慎重に作業します。ちなみに、もう言ったかどうか忘れましたが、この手元と目の間にはカメラがあり、カメラが邪魔で近寄って見ることができず、遠目からこの細かい作業をしなければならないという、非常に見づらい中で作業しています。撮影の裏話ですが、この動画を撮るのには、何度も繰り返し撮影しています。何せ見づらいのですから、うまく撮れないこともあり、組んではバラしてまた撮影という苦労が背景にあるのです。まあ私は野郎が苦労している間、お茶をすすってせんべいをかじりながら TBS のラビットを見て笑っているわけですが、ルビーの受け石に注油します。目安はルビーの直径の半分くらいの大きさの油滴を中心に作るくらいです。少ないと潤滑の意味がないし、多いとはみ出てしまいます。油滴を作ったらザタイをかぶせます。ルビーの中の油滴が中心で丸くなっているか確認して、もし外周に流れているようであれば、洗浄して、再度注油し直しましょう。このバネをセットするときは、できれば顕微鏡で見ながら作業しましょう。このバネは変に力をかけると曲がったり歪んだりしやすいので。それでは次に香箱車にゼンマイを入れていきます。この時注意することは、ゼンマイを入れる向きです。ゼンマイが巻かれるとき、香箱芯は時計回りに回転します。なので、各穴車がセットされる方を上としたときに、時計回りに回転させるとゼンマイが巻かれる方向になるようにセットしなければなりません。今この映像のようにセットされなければなりませんので、セットするときはこれを裏返して、ゼンマイを入れていきます。これからゼンマイを入れていきますが、ベストな方法はゼンマイ巻き機というものを使って入れることです。ただそのツールは高額で、個人所有するのは大変です。手で入れるやり方は練習が必要ですが、慣れればスムーズにできるようになりますし、分解組み立てを始めた人はまず手でやってみる方法をおすすめします。時計のゼンマイというのはどれほどの力を持って香箱に詰められているのかといったことは体感しないとわかりませんので勉強になります。ゼンマイを香箱に詰めたら油を塗っていきます。香箱芯と擦れるところ、ゼンマイと擦れるところ、ゼンマイ同士で擦れるところなどに塗っていきます。どんな油をどこにどの程度の量を塗るかはメーカーなどではきっちり決まっていますが、その他ではテクニカルガイドがなければ職人によって様々です。少なめの人、多めの人、
さらっとしたものを使う人、粘性のあるものを使う人など、職人それぞれの判断で注油することが多いです。野郎の場合、トルクのかかるところはセイコーの S6、ゼンマイにはモリブデン系の油を使います。それでは輪列側を組んでいきます。こういう組む作業は慣れてしまえばホイホイとやれますが、もしアンティーク時計や傷みのある時計である場合には、セットした後に動きを確認する作業を念入りにした方がいいです。ちなみに、この組む作業は間をカットしつつ、1.5 倍速でお送りしています。仕事や試験でもなければここまで早くやる必要はないし、古い機械をいじるのであればホイホイやらない方が賢明です。野郎はこういう時計修理作業をしていると集中しすぎて、便意がものすごくても作業をしてしまうことがあります。なんとかここまで作業したいと思いつつも、うんこが肛門にタックルで猛攻してくるので、焦って輪列を組んだことがあります。案の定、歯車の軸を折ってしまい、便器に座りながら狼狽したことがあります。以来野郎は、うんこを出し切ってから作業するという掟を作ったのでした。以上、どうでもいい話2でした。歯車を組むときはあまり力をかけないようにしましょう。再度言いますが、アンティークやヴィンテージの時計は純正パーツが手に入らないので、1ミスで退場です。気をつけましょう。輪列受けに注油します。2番車のところはセイコー S6、その他はメイビス A を指しました。この受け石のところはかぶせてあり、穴が通っていません。なので、そのまま S6 を刺しても中まで入っていかないので、オイラーを超細く加工したものを突っ込み、油を中まで流し込みます。ここは難関です。2番から雁木車までを1枚の受けで支えるので、すべてを受け石に収めねばなりません。歯車の位置を微調整しつつ、受けはあまり強く押さえず優しく、うまく入る位置を探ります。顕微鏡を使えれば、穴石から歯車の軸が見えるので簡単になります。ここでひっくり返して輪列のジータ側の受け石に注油します。これは後からやってもいいですが、忘れないうちにやっておきます。アンクルを設置します。
アンクルの詰め石はデリケートなので、雁木車の刃にかぶらないように設置します。かぶったままアンクル受けをかぶせると、詰め石が雁木の刃に押さえつけられて曲がったり、かけてしまったりします。丸穴車と角穴車を設置します。ここは特筆すべきことはありません。あ、一つあります。分解の時にも言いましたが、丸穴車は左ネジになっています。ここだけ注意しましょう。角穴車のネジは締め込むとゼンマイが巻き上がって力が抜けるので、ドライバーで角穴車が回らないようにしてネジを締め込みましょう。そうしたらゼンマイをいっぱいに巻きます。アンクルの詰め石に注油します。オイラーで詰め石の先端にほんの少しだけメイビス A を刺しました。非常に隙間が小さく油を刺しにくいところなので、できれば顕微鏡を使いましょう。テンプを設置します。これにはコツがあって、テンプは映像のジータの右側に置きますが、アンクルをその右に傾けておきます。テンプはテンプ受けを左側に寄せて入れ込んで、それからぐるっと右側に回してジータに置くと一発で入ります。ほら、この通り。では、テンプ受けにルビーを設置します。やり方はジータに耐震ルビーを設置したのと同じです。ショックバネを開いて、ルビーに注油して、設置するだけです。それではカレンダー側を組んでいきます。分解の時は慎重でしたが、ここからは一気に進めていきましょう。鼓車のラチェットの刃の部分に注油します。この鼓車の巻き芯が通る四角い穴は、アンティークで長年使われてきた時計であったり、粗い使われ方をしてくると丸くなってしまい、張り回しや手巻きができなくなります。この部分の摩耗具合もチェックしておきましょう。これは基地車です。
の巻き芯が通る部分には多めに注油しておきます。古い時計を見るとわかりますが、この部分って結構削れて地金の金色が見えてしまっているものがあります。つまりそういうところはよく擦れているということです。巻き芯のパーツと擦れるところにも S6 を塗ります。押し取りを設置して巻き芯と噛み合わせます。押し取りからはピンが出ていて、そのピンが巻き芯の溝に入ることで巻き芯を引っ張っても抜けなくなります。リューズを強く引っ張るなど雑な使い方をするユーザーがよく壊すところです。鼓み車の溝に注油し、缶抜きと缶抜きバネを設置します。何度も言いますが、バネはなくしやすいので気をつけましょう。裏押さえを設置します。先端のバネ部分は折れやすいので気をつけます。ここです。この押し取りと噛み合うバネが折れやすいです。ちょっと見えにくいですが、押し取りと缶抜き、押し取りと裏押さえバネが接するところに注油します。注油したらちゃんと機能するか確認します。この謎の金のリングを設置します。多分スペーサーでしょうね。注油して日送り車と筒かなを設置します。火車を設置しますが、日送り車と噛み合わせましょう。火ジャンパーを設置します。ここにもバネがあります。緊張しますね。この時、脳筋野郎がほざいています。なんか光って見えねえ。カメラ邪魔くせえ。と、今まさにこの撮影手法のデメリットに直面しています。でも脳筋なら何とかしてください。どんな作業も筋肉があれば解決できるんですよね。日送り中間車を設置します。注油して虎鉄車と火の浦車を設置、そして火の浦押さえを設置します。
に注油して、筒車を設置します。文字盤を設置して、文字盤の足を固定します。ビューズを引いて回し、日付が切り替わる位置を探り、針を取り付けます。夜光付きの針なので気をつけなければなりません。ピンセットで夜光のところに触れないようにしましょう。取り付けたら文字盤と水平についているかチェックします。ただ、アンティークの中には針の間隔がかなり詰められているものもあり、例えばスモールセコンドと地震の接触を避けるためにほんのわずか地震を上向けて取り付けているものもあります。基本は水平ですが、取り付け具合をチェックして、あとは微調整すればいいです。針を付け終えたらケーシングします。ビューズを抜いて超音波洗浄したケースに組み込みます。ホコリを払いますが、文字盤の劣化具合では綿棒で触れない方がいいです。ブロワーやシリコン棒を使いましょう。文字盤を光で照らして角度を変えると、ホコリが見えやすくなります。それではここで精度を見てみましょう。元が良かったのでほとんど調整の必要がありませんでしたね。振り角が少し上がりました。ビューズ下の精度はどうでしょうか。まあ悪くありませんね。日差の差も大してありませんし、良いと思います。では軽く吹き上げて蓋を閉め、完成としましょう。さてこれで分解掃除が完了しました。状態としては非常に良好で、すぐにでも日常使いできるでしょう。そして私のナレーションもこれで終了なので、ニッチに法外なを打賃として、ケーキ1年分くらいを請求しようと思います。金がないなんて言わせません。ありがとうございました。